皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など様々なことを日本語でお送りしています。皆さん明けましておめでとうございます。Happy New Year! わー、ついに年が明けました。2025年ですね。皆さん元気にお過ごしでしょうか？皆さん年末2024年12月31日は何をして過ごしましたか？パーティーしたり、または外へ出て花火を見たり、何かカウントダウンの時にしたことなどありますか？どうやって過ごしましたか？ということで今回の動画は、日本のお正月についてです。個人的には1年で一番大事な日というか、私が一番好きな期間でもあります。それがお正月です。では、日本のお正月についてどうやって過ごすのか、何をするかなどお話ししていきます。お正月のイベントというか伝統文化は仏教だったり神道のその宗教的なそれに関するイベント、行事事が多いので、ちょっとスピリチュアルな部分とかそういう内容もあるかもしれませんが、日本でお正月ではこんなイベントがあるんだなぐらいに思ってもらえればなと思います。まず改めまして明けましておめでとうございます。友達同士で言う場合だと明けましておめでとうございますという言葉を略して明けおめと言ったりもします。お正月というのは1月の初め、新しい年が始まった時のことをお正月と言います。そして1月1日から3日までの間は、三が日と言います。日本の伝統的な行事とか文化が詰まったとっても重要な日になります。海外だと、例えばニューヨークのタイムズスクエアのところとか、ロンドンとかだと、なんかいろんな人が、本当に多くの人が集まって、年が明けると花火を打ち上げたり、なんかめっちゃパーティーみたいな盛り上がるみたいな感じで年明けのイベントを行うことがあるかもしれないんですけど、日本ではそういったお祭りみたいな雰囲気ではないです。じゃあ何をするの？ただ日付が変わってハッピーニューイヤーで終わりと思う方もいるかもしれませんが、そうではないんです。日本の伝統的なその年の明け方、12月31日から1月1日になる瞬間は、除夜の鐘というのを聞くこと、またはそれを見たり、それを鳴らすことです。11時何分とか終わり頃から1月1日の12時数分とか、その間に除夜の鐘という鐘をつく行事があります。そしてこれを1回ではなく108回つく。これが日本の伝統的な年明けっていう感じです。これは仏教に基づいていて、人間の心の中に存在する108の煩悩っていうんですけど、煩悩はなんかいらない考えとかネガティブなこととか、いろんな良くはない考え、思考とかそういうのを煩悩っていうんですけど、これが108個あるとされています。なのでその鐘を1回鳴らすごとに煩悩が1個消えていくっていう考えなので、108回鳴らして来年新しい年はもう綺麗な心で1年を始めましょう、1年を迎えましょうっていう意味が込められています。なので108回この鐘を鳴らします。これを YouTube のライブ配信とかでしていたり、テレビでも放送していたりするので、もし興味がある方は除夜の鐘ライブとかって調べると出てくると思います。そして元気がある方はこれを、見に行ったりもします。YouTube とかで見ると本当にたくさんの方が集まっていて、で真ん中でその除夜の鐘を鳴らしているお坊さんがいたりします。実際生で見ると本当にすごい迫力だと思います。私はそれを実際大きなお寺とかに見に行ったことはないんですが、すごい迫力だと思います。あと人も本当にすごいです。なので、花火を打ち上げてお祭りイエーイみたいな感じよりかは、なんか自分を清める感じ、クリーンにする感じ、そんな感じで1年がスタートする。これが日本の文化です。これが夜中1月1日になった瞬間に行われる行事です。では次、朝になった時、夜は寝てるという方も多いかと思うので、朝になった時に何をしていくかです。多くの家庭では朝ごはんか、昼ごはんとかとして
おせち料理というものを食べます。おせちは簡単に言うと豪華ないろんな食材が入ったものになります。料理の内容、どんな意味が込められているかというと、今年も1年健康でいれますようにとか、事故などに遭いませんように、学校の勉強とか、いい成績が残せますようにとか、金融が上がりますようにみたいな、大体思いつく願いはすべてそのおせち料理の中に詰まっています。これを食べて1年をスタートさせます。これが日本の伝統的なお正月の食事になります。そしてあとお餅も食べたりします。お雑煮といってお餅とその他野菜などが入ったいわゆるスープなんですけど、これもお正月の定番料理になります。お餅をそういった感じでおかずみたいなスープの中に入れて食べる場合もあるんですが、お餅を焼いたり茹でたりしてきな粉のパウダーを上にかけて食べたり、砂糖と醤油をかけて食べたり、あとはあんこと一緒に食べたりします。このデザートっぽく食べる食べ方、きな粉と砂糖醤油、そしてあんこ、これが特にこのお正月にお餅を食べる時の王道の食べ方かなって思います。ちなみに私はきな粉をまぶして食べます。きな粉が一番好きですね。他の食べ方はあまりしないぐらいきな粉が好きです。そして次、お正月に行う行事が初詣です。お寺だったり神社にお参りに行きます。神社とお寺どっちでもいいんですかって思う方もいるかもしれませんが、どっちでもいいです。家から近いとこに行く方も多いかと思います。神社だったりお寺にはそれぞれ神様がいるとされているんですが、その神様の種類が違うというか、どんな神かっていうのが違います。例えば学業の神とかだったら、大学に絶対合格したいとか、何か試験に合格したい、勉強頑張りたいっていう方は、そういった神がいる神社とかお寺に行ったり、またはお仕事のなんか成績を上げたいとか、事業がうまくいきますようにみたいな感じだと、その神がいる場所に行ったりという感じで、自分の、今年1年の願い、やりたいことなどに合わせて行く神社とかお寺を変えたりする方もいるかと思います。そして日本人は1月1日から3日間の間に初詣といって神社だったりお寺に行く方がほとんどかなと思います。で、そういう時に、じゃあ私も1月1日から3日の間日本に旅行するからとか、日本に住んでいるからその間に行こうって思う方もたくさんいるかと思うんですけど、注意点が一つあります。それはめっちゃめちゃ人が多いということです。もう有名なネットとかで調べて一番上に出てくるような、神社お寺とかだともう本当に人が多いです。なので人混みが好きではないという方は、その1月1日から3日の間に行くのは避けて、1月4日以降に行くのをおすすめします。日本人がその初詣に行って何をするかっていうと、まずは参拝、お賽銭を入れてお願い事をしてみたいな、この手順とかもいろいろあるんですけど、これは今日は省きます。そして参拝をして、その後におみくじといって1年の運試しみたいな感じでおみくじというのを引きます。これ結構やる方が多いかなと思います。1月のこのお正月以外でもいつでもやることはできるんですけど、日本人だとこの特に1月の最初、初詣に行った時にやる方が多いかなと思います。ここで1年のこれからの運勢どうなるかなみたいな感じでちょっと楽しみながらやる方が多いかなと思います。大体の場所では大吉、中吉、小吉っていうのがあって、その間にもいくつかあって、そして一番ちょっと今は運があまりよろしくないかもっていう場合だと今日っていうのが出たりします。大吉っていうのが一番ラッキーなもので、今日っていうのが一番今は運が良くないかもっていうものになります。でも今日が出た場合でも今が一番悪いだけであって、もうこれ以上下はないから、これからは運勢上がっていくよねみたいな感じでいい風に捉えることもできます。そしてそのおみくじの中にはいろいろなんかアドバイスみたいなのが書いてあったりします。そしてそれが意外と当たってたりするんですよね。いろいろ書かれていたりします。それが当たってたりすると、うわ怖みたいになったりします。そしてこのおみくじは100円とか200円とか
でできたりするので、そんなにめちゃめちゃ高いものではないので、皆さんもぜひやってみてください。私もこれは毎年やります。運試しみたいな感じでやったりします。そしていろんなお守りというものが売ってあります。よくあるのが交通安全、事故が起きませんようにっていう交通安全のお守りだったり、勉強がうまくいきますように、テストがうまくいきますようにみたいなものとか、あとは安産って言って子供を健康な状態で産めますようにっていうものもあったりします。なのでその時の自分の願い、やりたいこと、目標などに合わせてこういったお守りっていうのを買うこともできます。私はあんまりそういうのを買わないタイプっていうか、ほとんど買ったことはないかなと思います。なんですけど、そういった日本の神社に行った記念、お寺に行った記念みたいな感じで買ってみるのもいいのかなと思います。あと、これは大きな神社とか、そういった観光客の方がとっても多い場所でやっているかは正直わからないんですけど、私の家の近くの神社とかではお正月にお餅を配っていたり、お酒、日本酒とか甘酒とかいろいろ種類はあるんですけど、そういったお酒をちょっと一口もらえるみたいな、そういったものをしていたり、あとは書き初めって言って書道を体験できる場合もあります。これは小さめの神社とかちょっとローカルめなところでやっている気がします。もしそういった体験もしてみたいっていう方は事前に調べて、そういったのをやってる場所に行ってみるといいかなと思います。これは基本的にはそのお正月の間にしかやってないものかなと思うので、その他の時期に来る方はできないものにはなってしまうんですけど、もし1月の初めに行く予定がある、またはそこでプランしたいな、来年はそのお正月に日本に行きたいっていう場合は、こういったものをプランに入れてみるのもいいのかなと思います。そしてあと、お正月に日本に来たら街を歩いていたりすると見るものがあるんですが、それが門松というものです。門松っていうのは各家庭、家の前、玄関に飾るお正月の飾り物なんですけど、これはお正月に神様を迎え入れる目印だったり、またはいらないもの、邪気などを家に入れないという意味で飾る縁起がいいものとされています。なので多くの家庭でこういったものが飾られている場合もあります。またマンションとかアパートに住んでいる方で自分の玄関の前にそういったものを飾れないという方は、しめ縄というものもあるんですけど、このしめ縄というものを玄関に飾っているうちもたくさんあるかなと思います。これはお正月限定なので、お正月に見る日本の光景かなと思います。あと一つちょっと最後に忘れていたものがあって、これはとっても大事というか楽しいイベントみたいな感じなので、一つ最後にご紹介します。それはお年玉というものです。お年玉っていうのは、めっちゃ簡単に言うとお金です。マニーです。これは子供がおじいちゃんおばあちゃんとか親戚の方からもらうお金です。これをお年玉と言います。なので日本の子供たちはお正月になるとお金、お小遣いをたくさんもらえます。なので子供たちにとったらお正月って本当に最高に楽しい日というかイベントかなと思います。一定の金額を全員からもらえるというよりかは、これは本当にその家族次第、親戚次第にはなってしまうんですけど、小学生よりも中学生よりも高校生とかの方がたくさんのお金をもらえたりします。私も兄がいるんですけど、私が小学生の時はちょっとしかもらえてないのに、中学生の兄はお金をたくさんもらってたりして、なんでそんなん私だって同じ額欲しいし、そんなんずるいやな感じで思ってたのをずっと覚えてます。もちろん私も中学生とか高校生になったら少し多めのお小遣いをもらえたので、それは良かったんですが、でも子供たちにとってはとっても楽しいものだと思います。そのお年玉、お金を使っておもちゃを買ったりゲームを買ったりっていう方もいると思いますし、または将来のためみたいな感じで貯金している方もいるかなと思います。私もお年玉をあんまり使ったっていうイメージはなくて、それを貯金しておいて多分留学した時などに使ったかなと思います。こんな感じでお正月は本当にたくさんの伝統行事が集まったり、食事があったり、一年の中でもとっても大事な
期間始まりになります。今回は日本のお正月についてお話ししました。日本のお正月は花火をめっちゃ打ち上げてパーティー騒いで一年を始めようみたいな感じよりかは、なんか落ち着いた感じ、静かにちょっと自分たちを清めて始める、そういったのが日本のお正月かなと思います。そしておせち料理を食べたり、神社に初詣に行ったり、家族でゆっくりなんかテレビを見たり、子供たちだったらお年玉もらえちゃったり、そんな感じでゆっくりとした休暇を楽しむのが日本のお正月かなと思います。皆さんはお正月、年の初めはどうやって過ごしますか？何か日本と全然違うみたいな感じだったり、ここは日本と一緒かもみたいな、そういったものがあればぜひコメントでシェアしてください。2025年、新しい1年が始まりました。皆さん今年も健康に、そして皆さんのやりたいことができるように、いろんなことに挑戦してみたり、新しい楽しい1年皆様が過ごせるように願っています。そして日本語の勉強も今年も頑張っていきましょう。今回はここまでになります。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは。